おはようございます。僕は今、佐賀県鹿島市の肥前鹿島駅に来ています。ここは佐賀県の南部にある人口2万6,000人ほどの町です。そんな鹿島市ですが、ここには佐賀で一番有名な神社があります。今回はそこに行こうと思います。肥前鹿島駅からバスでも行くことができるんですが、今回は鹿島市周辺を巡っていきたいのでレンタカーを借ります。肥前鹿島駅の駅前はこんな感じです。駅前にあるニコニコレンタカーで借ります。島原半島に続いてまたまた新車でしたね。いや、ありがたい。近くにあったパン屋さんに立ち寄りました。朝食のパンを買いました。塩バターあんパンとクロワッサンベーコンレタスパン、あとメロンパンですね。どれも100円とか120円なのでめちゃめちゃ安いですね。ちょうど隣に北公園っていう公園があって、そこで食べてます。で、これが人気だというあん入り塩パン、中にあんが入った塩パンって感じですね。これ美味しいね。塩パンの塩気とあんこの甘みがめっちゃちょうどいい。朝食を食べたので祐徳稲荷神社に向かっていきます。さあ、今祐徳稲荷の参道前にある無料の駐車場にやってきました。ここから参道を歩いていきたいと思います。これが祐徳稲荷の参道ですね。ちょうど今工事中のようです。参道の入り口には大きな鳥居がありますね。祐徳名物の稲荷羊羹ですね。これ食べたいな。やってるかな、帰った時。参道の両脇はお土産屋さんになってるんですが、シャッターが閉まっちゃってちょっと寂しい感じがしますね。でも年末年始とかになるとこの辺が一気に大にぎわいになるんじゃないですかね。祐徳稲荷神社にやってきました。目の前には橋がかかってて川が流れてるんですが、めちゃくちゃのどかで気持ちがいいですね。さあ、お参りしていきます。これが祐徳稲荷のマップです。境内が結構広いですね。この朱色の社殿、山の斜面に建てられててすごい迫力ありますね。右側にあるガラス張りの建物はエレベーター塔ですね。しっかりバリアフリー化されています。この立派な楼門、日光東照宮の陽明門を模して作られているそうです。確かに極彩色の豪華な装飾が似てますね。楼門の左右には随神の像が安置されています。しかも有田焼なんですよね。そしてこの音、祐徳稲荷神社は日本三大稲荷の一つに数えられ、年間300万人が訪れる九州を代表する神社の一つです。夏の間、境内にはおよそ3000個の風鈴が飾られています。風鈴の絵柄は巫女さんたちの手書き。短冊には参拝者の願い事が込められています。この神社はタイで大ヒットした映画のロケ地にもなっていて、海外からの観光客の姿も多く見られます。いや、かなり気温が高くて暑いんですが、この風鈴の音色だけでもちょっと涼しくなった気分がしますね。さあ、そして本殿にやってきました。本殿から見える景色はこんな感じです。いやー、のどかでいいですね。向こう側にはツツジ園が見えますね。本殿の装飾も見事ですね。本殿の先には奥の院もありますね。山の斜面を300メートル登る感じです。この鳥居の数すごいですね。こんな感じで杖も貸し出してくれてるみたいです。岩を切り開いたような道ですね。すごいな。鳥居がどこまでも続いてますね。100メートルほど進んだところには
中間地点みたいなところがありますね。で、奥の院にはさらに上に上がっていきます。ここからは一気に道が急になってます。通行止めなので下りルートと一緒で進んでいきます。木陰になってるのですごい日差しが遮られて涼しいですね。登る途中途中で神社が各所にありますね。こういったレスキューポイントになるものがあって、本当にちょっとした山登りですね。視界が開けてきました。さあ、あと少し。さあ、そして着きました。祐徳稲荷神社の奥の院ですね。いやー、綺麗。奥の院にはこういった綺麗な休憩所もあります。めちゃくちゃ綺麗ですね。展望デッキの上からは佐賀の平野と有明海まで見渡せますね。いやー、綺麗。奥の院行ってよかったですね。登る元気があれば絶対行った方がいいと思います。さあ、奥の院から戻ってきました。いや、この本殿がある舞台も近くで見ると迫力ありますね。ご朱印をいただいたらなんか可愛い油取り紙をいただきました。さあ、参道で稲荷羊羹でも食べますか。いや、でも景色が素晴らしかったです。ああ、見ました。いや、よかったです。ありがとうございます。いただきます。祐徳稲荷神社名物の稲荷羊羹を買いました。上がザラメになってて、これをこう押し出して出てくる。面白い。で、それをこの付属の糸でこう切ると。で、いただきます。うん、美味しい。しかも結構しっかり食べ応えがあって美味しい。祐徳稲荷に来たらぜひ。これ最後の方にちょっと指の長さが足んなくて押し出せないですね。いやー、祐徳稲荷神社めっちゃ良かったですね。行きたかった神社の一つなので来られて良かったです。これから、鹿島市内の方を散策していこうと思います。さあ、続いて肥前浜宿というところにやってきました。ここは昔ながらの街並みが残されているところですね。この建物は江戸時代のものがそのまま残っているらしいです。国の登録有形文化財に登録されていますね。そしてこの入り口にはかつて馬の手綱を結ぶ役割を果たしていた取っ手があります。こんにちは。今日はどちらからですか。福岡です。歴史的な街並みの本みたいなお持ちですか。本ですか。いや、持ってない。よかったら差し上げていいですけど。あ、いただけますか。せっかくだから。すみません、助かります。こう載ってますからね。見てください。お暇な時。あ、すごいです。こんな立派なものいただいて大丈夫なんですか。差し上げます。ありがとうございます。いや、すごい嬉しいです。これなんですけど、いいですか。これで。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。はい、どうも。はい。いただきます。よかったです。せっかくなので2階にも登ってみますか。2階はこんな感じですね。針とか木組みがよく見えますね。いや、すごいね。いや、ご厚意でこんなすごいしっかりした雑誌をいただいちゃいました。めちゃめちゃいいですね。これ写真がすごいいっぱい載ってて、いやー、めっちゃありがたいです。しっかりこれ読んで
楽しみます。この通りの特徴的な白壁の、これが漆喰の材料ですね。白壁の町屋通りに青い空が映えますね。江戸時代、小倉と長崎を結んでいたのが長崎街道。その途中、有明海沿いに分かれるのが多良街道です。この道は佐賀藩主鍋島氏も利用したとされ、沿道にあった肥前浜宿は宿場町として重要な役割を果たしました。豊かな水と佐賀平野の米に恵まれたこの地では、酒や醤油の醸造が盛んになりました。歴史の面影を残すこの町並みは、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。公園もありますね。そしてその奥には小学校があります。いいね。さすがに街並みが素晴らしいですね。この辺はお酒を作ってる酒造場っていうところですね。お酒の香りがすごい漂ってきてます。そしてこんな立派なかやぶき屋根の建物もありますね。鍋島酒造場とホテルとカフェらしいです。芋焼酎、すごい名前ですね。いや、これも立派な木造ですね。あ、これも登録有形文化財になってるみたいです。呉竹酒造か。この肥前浜宿でもひときわ大きい建物がさっきの呉竹酒造の木造の建物なんですが、今はお酒は作ってないそうなんですが、中でコンサートとかやるみたいです。めっちゃいいですね。こういう歴史的な建物の中でコンサートとか絶対いいよな。このピンク色のエリアが伝統的建造物群保存地区で、もう一つあるみたいですね、近くに。この紫色のかやぶき集落っていうのがあるみたいなので行ってみようと思います。ここは観光酒造の肥前屋、観光客に向けた酒造所っていうところですかね。こんな感じで佐賀の地酒が売ってたりとか、いろんなお酒が取り扱ってますね。いや、この数すごいね。で、この奥には試飲コーナーがありますね。観光客がお酒を試飲できるようなスペースもあります。お酒好きな人はかなり楽しめるんじゃないでしょうか。街並みが素晴らしくて、なおかつのどかですね。うなぎのかば焼きのめちゃめちゃいい匂いが漂ってきます。いやー、こっちの街並みもいいですね。そしてもう一つの重要伝統的建造物群保存地区はこの辺りです。いやー、すごいね。急に現れるんですね。こんな細い路地裏の中になんか不思議な感じがします。現在ではもう内部の公開はしてないそうなんですが、さっき言った肥前浜宿とはまた違った趣があってすごい好きですね、ここ。お昼ご飯は肥前浜宿にあるカフェフラットコーヒーへ。頼んだのはペッパーチキンカレー。玉ねぎの甘みとスパイスのバランスがちょうどよくて美味しかったです。店内も落ち着いた雰囲気でゆっくりと一休みできました。このお店は甘酒を使ったスイーツも人気のようです。お昼ご飯食べてきました。肥前浜宿、本当にのんびりと散策するにはちょうどいい場所です。続いて訪れたのは1934年創業の幸姫酒造。ここでは酒蔵の見学や試飲が無料で楽しめます。さらに九州で初めて登場した地酒ソフトクリームも味わえます。お酒でできたソフトクリームをいただきます。いや、食後のソフトクリームは最高です。バイバイ。お酒が入ったアイスクリームで大丈夫なのかって思うと思うんですけど、アルコール分を飛ばしているそうなので、アルコールは0%なんです。なのでお酒が飲めない人とか車運転している人でも食べられます。さあ、今度は有明海沿いに進んでいきます。さあ、続いてやってきました。道の駅鹿島です。鹿島市はこんな形になってて、で最初来た肥前鹿島がこの辺りで、今はピンク色のこのエリアにいます。このエリアは
ママ浦と呼ぶそうです。道の駅の裏側はもうすぐそこに有明海があります。おー、いいね。道の駅の隣には干潟交流館という施設が併設されています。この施設では干潟に実際に入れる体験ができるそうですね。いいですね、こういうのも。1階がその体験用の施設になってて、2階はちっちゃな水族館と展望デッキがあるそうです。後ろには有明海が広がっています。2階はミニ水族館と学習施設になっています。入り口入ってすぐのところには生き物の水槽があります。塩招きです。ムツゴロウもいます。鹿島では干潟のアクティビティ、鹿島ガタリンピックっていうのをやってるらしいんですけど、このポスターにいたこのマスコットキャラクターって今日朝見たやつかも。多分駅前にいたやつですよね。無料とは思えないしっかりした展示ルームになってます。本日の潮汐がここで見られるんですが、満潮に向かっている時間帯ですね。これが干潮だったら生のムツゴロウとか干潟で生き物が見えたんでしょうね。ミニ水族館もあります。毒があるぜ。親に触ったら怪我するぜ。よろしく。一方こっちは水クラゲ、穏やかな性格。道の駅にこんな学習施設があるのはすごいいいですね。子供たちが干潟で遊んで、この干潟の生物たちと触れ合いながらここで学べるっていう素晴らしい施設ですね。道の駅なのでいろんな物産が売ってますね。佐賀といえば海苔ということで、有明海産の海苔がいっぱいありますね。いや、すごい。ムツゴロウが売ってますね。ムツゴロウも食べられるんですね。ムツゴロウ見てきたばっかりなんですが、やっぱりせっかくなんで食べたいなと思います。美味しいのかな。真っ黒で見た目的には食べられるのかって感じですけど、ムツゴロウの可愛かったお目目はもう跡形もないですね。それじゃあいただきます。なるほどね。完全に煮干しですね。甘く煮つけてあるのですごい食べやすいです。これがムツゴロウの味だっていうのがあんま分かんないんですけど、お酒のお供とかにはちょうどいいかもしれないですね。なかなか充実した道の駅でした。今日運よく天気がいいので、鹿島市のお隣にある太良町というところまで行って、有明海が綺麗に見える場所に行きたいと思います。道の駅鹿島からちょっとすぐ行ったところに隣町の太良町の道の駅がありました。この太良町は月の引力が見える町というふうに称されてますね。同様に道の駅のすぐそばには有明海が広がってます。海岸の堤防には多分中学生が描いたのかな、絵が描いてありますね。ここからまだ先に進んでいきます。太良町の一番南にある竹崎城市展望公園というところに来ました。さっき鹿島市から太良町に入って道の駅の太良に行きました。で、ずっと海沿いをこう下ってきて、今ここにいます。で、ここはもう佐賀県と長崎県の県境の町なんですよね。で、ここにはこんな竹崎城っていうちょっとちっちゃなお城があります。駐車場に着いたらめっちゃ猫ちゃんたちがいるんですよね。こんにちは。面白いのはこの電話ボックスの中にもいるんですよね。電話ボックスの中に、あれすごい。
こっちにはシャトラーズがいます。眠いね。さあ、お城の中に入ってきます。おー、すごいね。お城の1階には潜水の服とか、あと漁業の網とか、あと竹崎関連の展示がありますね。いやー、すごいね。竹崎城の展望台はこんな感じです。いやー、有明海を一望できる大パノラマ。そして向こうにはこの間行った島原半島の雲仙岳が見えますね。天気がいいからはっきり見えますね。いやー、素晴らしいですね。今見えてるのが佐賀空港とか柳川とか大牟田の方向ですね。そしてこっちはもう熊本県の方ですね。これ映像で伝わってるかわかんないですが、有明海挟んで本当に対岸の熊本も見えますね。いやー、ここはもう完全に絶景穴場スポットって感じですね。いや、素晴らしいです。僕は見たことないんですが、ゾンビランド佐賀のマンホールがありました。いや、なんか有明海が綺麗に見えたらいいなって感じのテンションで来たんですが、めちゃくちゃいいですね、ここ。いやー、来てよかったですね、ここは。夕日を背にした竹崎城もかっこいいですね。もうすぐ隣は長崎県の諫早市なので、いやー、行ってみたいとこいっぱいあるな。そしてここには草スキー場なるものがあるみたいです。わ、すごい、アジサイも咲いてますね。いいですね。季節を感じますね。これか。これが草スキー場。へえ。子供がやったら絶対楽しいやつですよね。これ大人でも楽しいやつですね。そして下に降りるとなんかめっちゃ綺麗ですね。これはこれで新鮮だな。ソリが無料で貸し出ししてあるのでめっちゃありがたいですね。これは休日は大にぎわいになってるのかな。いや、まさかこんなに楽しいとは。いや、思いのほか楽しくて2回滑っちゃいましたいやー、竹崎城の方まで来てよかったですね。あと1箇所だけ太良町で行きたいところがあるので、そこに向かいます。これが竹崎島のマップですね。入り口のところからこう来て竹崎城市までやってきました。なんか静岡県みたいな形してますね、竹崎島。いや、面白かったです。最後にやってきました。海中鳥居ですね。いやー、空の羊雲がすごいですね。ちょうど飛行機がいい感じに飛んでます。SNS とかでもよく上がってるところですよね。いや、ここだったんですね。いやー、時間帯が素晴らしいですね。この踏みしめる音でわかると思うんですが、下が貝殻ばっかりで、それを踏みしめながら歩いていくって感じです。いや、このどこまでも続いていきそうな電線、道、すごいね。この言葉あんま好きじゃないんですけど、エモいっすね、ここは。あれなぜか玉ねぎが、なんで玉ねぎなんだ。有明海は潮の満ち引き、干満の差が日本一大きいところなんだそうです。その干満差が6メートルもあって、その潮の満ち引きがすごいからこそ海苔とかが養殖しやすいようになってるんですね。有明海は陸に囲まれていて遠浅で波も穏やかだから、そういった状況も佐賀の美味しい海苔が生まれてるっていうわけですね。いや、それにしても絶景ですね、ここ。今日はもう満潮の時間が過ぎてるので、
これからどんどん潮が引いてこの道ができていく感じですね。その太良町の月の満ち引きが見える町でしたっけ。それを本当に感じる場所ですね。この場所からも雲仙岳見えますね。潮の引きで残された貝がたくさんありますよ。同様に堤防沿いに無数の貝がありますね。これすごいな。そしてこっちが海中鳥居。こんな感じで干潮の時は潮が引いて歩けますよと。いやすごいね、これ全部貝殻ですからね。ガラスの上を歩いてるみたい。海中鳥居の先には沖ノ島っていう島があるみたいですね。大牟田の方はこっちで、佐賀空港はこっちと。でさっき言った、竹崎城がありますね。でさらに先行くとこの間言った雲仙島原があると。そういった感じで鹿島市と太良町楽しんできました。祐徳稲荷神社に行くことが目的だったんですが、いや思いのほか有明海も魅力いっぱいありますね。天気にも恵まれて有明海沿岸をドライブするのも楽しかったです。この動画が参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。